お待たせいたしました。ただいまより第27回手塚治虫文化賞記念トークイベントを開催いたします。それでは選考委員の矢部太郎様と進行役の朝日新聞文化部の黒田記者、どうぞお入りください。お願いいたします。皆様、本日は第27回手塚治虫文化賞贈呈式にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ここからは記念トークイベント梅津和夫作品を語ろうをお送りいたします。私は進行を務めさせていただきます朝日新聞文化部記者の黒田健郎と申します。よろしくお願いします。先ほどの贈呈式では、梅津和夫さんが手塚治虫文化賞特別賞を受賞されました。第一人者であるホラー以外にもギャグ作品 SF 作品で多くの読者の心を刺激、さらに昨年発表された27年ぶりとなる新作の連作絵画も、大きな話題を呼びました。こうした梅津さんの作品の魅力について、梅津さんをリスペクトしていらっしゃるという矢部太郎さんにもお話をお聞きしながら、後ほど梅津さんご本人にもご登場いただき語っていただこうと思います。矢部さん、よろしくお願いいたします。はい、大変光栄です。よろしくお願いいたします。矢部さんも私もですね、本日は梅津さんを意識して、先生ご快諾の上でですね、赤白のしましまの、服を着させていただいています。矢部さん、いかがですか？はい、大変身が引き締まる思いです。はい、こうパワーを感じるといいますか、私これちょっともう20年ぐらい前に購入しましたオフィシャルの、梅津さんのマルシー入りの T シャツを今日着てまいりまして、実は袖を通すのは、2度目なんですね。大変ご本人の前で着れて、ありがたいです。非常に気合が入っている感じで、入っております。一度来たのはですね、バラエティ番組で僕が梅津先生の、紛争をしまして、ガリットチュウの福島君が手塚治虫先生の紛争をして、格闘技の対決をするっていう企画で、来ました。それ以来なので、もうご縁を感じております。では本日はよろしくお願いします。すいません。ではここでですね、簡単に皆さんご存知な方も多いと思いますけれども、梅津先生、梅津さんのプロフィールをご紹介いたします。1936年、和歌山県の高野山のお生まれで奈良県で、育たれました。高校3年生の時にですね、合作の森の兄弟、単独作の別世界でデビュー、その後蛇少女、猫目小僧ですね、失礼しました、などのヒットによりホラー漫画の神様というふうに呼ばれていらっしゃいます。漂流教室で1975年に小学館漫画賞を受賞されています。その他オロチ、洗礼、まことちゃん、神の左手悪魔の右手、14歳など、多くのヒット作を生み出し、2018年には私は慎吾でフランスアングレーム国際漫画祭の遺産賞を受賞されました。同年度には文化庁長官表彰も受けられています。そして昨年、27年ぶりの新作となる続慎吾発表、そして今回の特別賞ということになりました。矢部さんご自身は、リスペクトされているというお話もありましたけれども、梅津さんについてはどのような印象をお持ちでしょうか？もう小さい頃まことちゃんを、読んでおりまして、もう本当に僕の人間として人格形成にすごく影響があったんじゃないかなと、もう大好きで、グワシも練習しまして、できるようになって、すごく大好きですね。それから、もう連載をリアルタイムでは神の左手悪魔の右手14歳なんかはもう毎週楽しみに読んでおりまして、その本当に独自のもの、先見性ですとか芸術性とかある唯一無二の作品を描かれていて、梅津さんご自身も本当にアートのような本当に尊い
お方だなと今日見てっていうあれだなお見かけして本当にはい思いました。はい。それではここから梅津さんの具体的な作品をいくつか挙げながらその魅力に迫っていきたいと思います。まずは第二人者である皆さんもご存知ホラーについて、梅津作品の代表的なキャラクターの一つに、蛇女があります。蛇女出ますか。これはですね、幼少期を梅津先生が過ごされた奈良県曽爾村に残る岡目池の蛇女という怪談、梅津先生お父さんからよくお聞きになっていたそうで、こちらが原点になっているそうです。後に梅津先生が恐怖漫画と自作を名付けた「口が耳まで裂ける時」は蛇物の、第一作となります。そして少女コミック雑誌でですね発表した「ママが怖い」まだらの少女蛇少女まだらの少女蛇少女のいわゆる蛇女三部作にもこの蛇女登場します。その他ですね少年画報とか少年キングなどで発表した猫目小僧、少年サンデーで発表したオロチなどで、ホラー漫画の第一人者としての地位を確立していくことになります。お次にギャグですね。多くの方がご存知の、まことちゃん、幼稚園児の誠が繰り広げる、不条理と狂気あふれるドタバタギャグ、これもともとはですね若返りの薬で、少年に戻った老人が主人公の「アゲイン」という前身作品が少年サンデーで連載されてたんですけども、そこに登場した孫の誠が、読者の人気を呼んでですね、それを後に先生が主人公にしたところ、爆発的な人気を博したという経緯があります。グアシ、サバラなどのギャグも大人気となりました。そして忘れてはならない SF ですね。近未来へ飛ばされた少年少女たちのサバイバルを描いた漂流教室、公害や気候変動で人類が絶滅した未来を描きました。さらに「私は慎吾」ではですね、人工知能を描いたとして、先見性が高く評価されていらっしゃいます。そして昨年東京大阪で開催された梅津和夫大美術展で、梅津先生が27年ぶりの新作となる101点の連作絵画を発表し世間を驚かせました。私は慎吾の続編として未来を描いた物語仕立ての作品です。矢部さんもご覧になった、はい、そうですね。来ました。どんな感想を持たれましたか？もうすごかったです。ボリュームもすごくて本当にこういった僕になっちゃったけど101点連作絵画が書き下ろしであって、もうそれぞれ構図も色彩も素晴らしくて、それでもう書き下ろしだから初めて見る物語にもなってるんですね。だから新作をみんなで見て回るっていうような体験したことないような感じですごい興奮しました。95年に14歳完結して以降は長らく休出してらっしゃったということで、その部分でも非常に多くの人を驚かせましたよね。そうですね。本当にびっくり、もう書かれないんじゃないかと思ってたらめっちゃ書いてたっていうのはやっぱり、嬉しい驚きですね。なるほど。いわゆる、嬉しかったです。物語仕立ての連作絵画で、いわゆる絵画でありながら漫画の要素もあるというようなね、なんかそういう素晴らしい作品でしたけれども。そうですね。私は慎吾自体も連載時の扉絵がやっぱりすごく素晴らしくて、作品自体からは独立したその少年と少女の2人がいろいろなところに立っているっていう、その扉絵がこうなんか印象的で、それをちょっと彷彿させるようなところもありながら、それがまたストーリーでこう連続していって、漫画のこうコマのこうもうクライマックスが続き続けるっていうような作品というか、やっぱ絵画の中でもあそこまで101点連作でストーリーがあるというような形式はあんまりないんじゃないかなと思って、そういう意味でも芸術としても新しいものをこう作られていて、いや素晴らしかったです。もちろん私は慎吾未見の方にも
もうその凄さ伝わると思うんですけど、私は慎吾を読んでると、あ、これ、ネタバレになってしまいそうになるんですけど、なるほど、そういうことなのかなっていうようなところもあったりしてですね。そのね、なんかそのちょっと続編っていう続編なのかこれはみたいな、すごいなんか考えながら読むところもあって、面白いですよね。で、今までの梅津先生のなんかモチーフもこう感じられるようなところも、洗礼とかああいう作品でのなんかところとかも勝手にですけどね、見ながらあるところがあって、やはりそれをこう今になってもうすごい作品を作られた、現役で作られたっていうのは本当に素晴らしいなと思いました。はい、それではお待たせいたしました。ここで、梅津和夫先生ご本人、あと東京タワーでやったんですよ、あれ。すみませんすみません。その東京タワーでやったわけじゃないんですけど、私は慎吾というと東京タワーが見える建物で、ね、六本木ヒルズの、それもすごく私は慎吾読んでた人にはたまらなかったんじゃないかなと思いますね。展示、そうなんですよね。東京タワーのところでっていうところが、一つミソになってますよね。いいですか。どうぞ、すみません。はい。それではここで、梅津和夫さんご本人に、ご登場いただきたいと思います。梅津先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。やばい、しましまじゃないですか。うわ、しましまじゃないですか。もうやばー。そうじゃなくても矢部さんに出会うだけでもやばいと思って、やべえだろうと思っていたんですよ。拍手。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうじゃあここに座らせていただいていいですね。はい、じゃあしましま軍団でお願いします。素晴らしい。お靴も帽子もしましまで。もうしましまで、もうこれしかないので、特徴は。帽子かなりかぶられてますね、その帽子。水玉は草間弥生に取られちゃってるでしょ。残りはしましましかないんですよ。でも水玉ってすごい、あれは大きな意味があって、ある意味分子を意味してると僕思うんですね。今量子コンピューターってあるけど、分子ね、だからものの基本、あの方はだから偉いんですよ。基本を表現してるから。先生のボーダーしましまは、いやだから言ってくれ、僕の方が偉いんです。分子だっつったってね、止まってるから分子だけどもね、パーッと走るんでしょ。そしたらそれはね、やっぱりボーダー直線になるんですよ。それがボーダーなので、あちらはしましまで分子の基本だけど、僕それがこうアクションを持ってアクティブになった状態をしましまと言っているので、僕の方が偉いです。拍手。ありがとうございました。アクティブな状態なんですね。すごいいいお話あり。そういう意味で、先ほどで裏でね、漫画の説明してくださってたでしょ。誠ちゃんのね、アゲイの中であれを聞いてて、そうだったんだ、誠ちゃん。お忘れだったんですか？今気がついた。なんで誠って名前になったのか。そうだ、源太郎の孫だから、誠ちゃんで誠ちゃんね。拍手。もうファンの中では定説となってみんなそう読んでますね。でも僕ね、聞いててハッとしました。本当に客観的な立場で聞くとね、自分の作品だって気が付いてないことあるんですよね。で改めてね、誠ちゃんはなんで誠なのかっつったら、僕は勝手に想像でね、誠っていうのがいいんだろうと思って。ちなみにすみません、矢部さんだって大家さんと一緒に漫画描いてらして、とても素晴らしいと思いました。ありがとうございます。もうあれ、大家さんって僕どんな大家かなっつったら、結構女の
おばあさんだったんですね。そうなんです。おばあさんの大家さんで、はい。でももうそんな僕のもうお話はもういやでもやっぱり漫画としてね、ああいう僕はまあ全然タイプ違うのでね、今のそのなんて言うんでしょうか、詩匠生活的なというかね、そういう分野、素晴らしいと思います。だからいろいろ受賞されたりするけれど、それは矢部さんの性格も手伝っていて、どっちかというとちょっと気弱だからこそ大家さんのいちいちすることがびっくりしたり怖かったりって、これやっぱりね、どっかに怖いっていうのがあるんですよ。大家さんと出会ってやにわに洗濯物取り入れられていたりとか、怖かったです最初。はい。普通のことだけどやっぱり怖いですよね。はい。だからそこってねやっぱり大事と思うんです。怖いっていうのはやたら切った貼ったの、それも怖いけど、それはもう分かりよく怖いけど、矢部さんみたいなああいうちょっとやべえ、怖さ大事と思います。ありがとうございます。先生、ちょっと矢部作品を語るになっているのでですね、矢部さんについて語って一応梅津作品を語ろう。そうだったですね。そうです。なので矢部さんの方からですね、いくつかご質問があるということなので、ちょっとそういった質問に答えていただければなと思います。やっぱりなんといっても27年ぶりの新作、本当にびっくりしました。27年ぶりだけど、ここも27年ぶりってなんか都合よくできてません？そうなんですか？ここがここの第27回ってところですかね。27年目じゃないんですか？27回目ですね。27年でしょ。なんか27円がいいですね。本当ですね。それでどういった経緯で書かれたのかっていう。全然そんな書く気なんかなかったです。普通に生活していまして、普通って僕は大体日常何食べに行く、ご飯食べに行くのが一番楽しみだから、それで仕事って言ったらちょっとその前はマザーとか映画ありましたよね。その頃どういうわけかね、映画のお話が来てたんです、いっぱいっていうほどないけど、だからその時期的になんか自分のなんか考えが支配するんじゃなくて、見えないものが支配してるかなで、それでね展覧会やりたいっていう話は来てたんです。だけどどうも聞いてるとね、お化け屋敷みたいにしたいってその方思ってるらしいってビビビッと来たんですね。それで嫌がってたんですよ。そしたらフランスのアングレームですね。アングレームからねくださったでしょ。でそれもらった瞬間に「やるわ」とか言いました。そしたらね、どういうのやるんですかって聞いた瞬間に返事するのと内容と一気に出ちゃいました。もうなんかそういうことあるんですね。瞬間に出てきたんですか？瞬間に内容がたまにね、インタビューで受け答えするでしょ。で考えてないんだけど、内容がもう返事と同時に出ちゃうことたまにあるんです。その時に内容とかストーリーが出てきたんですか？ストーリーとか考えてないんです。だから単純に分析してみますと、今回の「続雨滅」はそのストーリーというよりか、その要するに漫画の形式、漫画というかそのスタイル、そこがすごく新しくて一瞬に思いついたっていうか。一枚の絵画で連作でという形を。そう一枚のなんていうんですか、大きなポイントになっているのを見せながら、次も見せながら間は抜いちゃって、そういうスタイルっていうのを、これがいいなって一瞬、それしか、だからね、僕ねやっぱり新しいものをやりたいっていつも思うんですね。だからそれが新しいものだったんだと思う。じゃあ形式から思いついてあそこに至ったんですね。形式というかが先にあったんですね。そうですね。特に何にもないんですけどとは言いつつ、皆さんも、普段の生活の中でちょこっとやっぱり、ちょこっと思いついたりすることあるじゃないですか。でそれバラバラだけどある時点で一瞬でバラバラっと
関連してしまって出来上がるっていうことありませんか？きっとあると思うんです。矢部さんは？はい、あります。ありますよね。ないとそれはやべえですよ。はい。はい、これまでの作品についてもお伺いさせてください。追いかければギャグになって、追っかければギャグ、逃げてる、面白いって追っかけてくる。追っかけられれば追っかけられたらホラーになるっていうような。怖い、どうしよう、こけたって捕まる。はい。単純にそんなもんですよね。なんかそういったようなお話されてますけども、なんか心理的な面白さとか怖さっていうものを漫画で表現されてる。そうですね。それはもう最初からね、狙ってるのがそこで、要するに人間の一番根源的なところを描きたいって、それがどういうものかってね、普段分かってるわけじゃないんですけど、一番根源的なものってどっかにそれは何でしょうか、成り立ちもあるかもしれないけど、特に心理的なものの中にあると思うんですね。でそれをぜひ掴み取りたいって、これが新しいぞと思えるものね、それを掴みたいと常々思ってるんですね。それで新しいものって言ったらどういうものかっつって、ここが一番問題かもしれないけど、それまでだと僕だってね、どうやったらストーリーできるんだろうとか苦しむ時期がいっぱいあって、でちょっとあっち読んでみたりこっち読んでみたりとかしてするんだけど、読んだらやっぱり影響を受けちゃうじゃないですか。でそれは良くなくて、書くときはだからそこからどれだけ逃れられるだろうかという努力しないといけないでしょ。でそんな努力するくらいだったらもう最初からね、全然人の作品なんか無視しちゃって、自分の中で新しいものってこの一言で片付ければ、そこに目指せば何の余計な心配することもないぞって思ったんですね。すいません、ちょっと水をいただきます。どうぞ。はい。これが開けた、大丈夫。僕力がないもんで。いただきます。はい、どうぞ。はい、先生、本当に新しいというか、本当に独自のものを先生の漫画でしかないものっていうところを追求されてるような気がします。だからそれで、具体的にどういうふうに言えばいいかって言ったら、自分の中でね、今まで書いたやつの中に絶対ないぞと思うやつ、それが新しいんです。世の中で新しいっていうのはあるけども、それはそこまでそれもいいけど、もっと範囲狭めて自分の中で何が新しいかって言ったら、今までやってきたことのないもので、それを正確な言い方すると、今までやってきたことの180度逆をやるって。逆をやるってこれが逆、真逆をやる。はい。それは誠ちゃんとかもそういうことですか？誠ちゃんやってる前は、オロチやってましたよね。でオロチやっていてアゲインやって、だからオロチの後はギャグで、ここで言うのどうかもしれないけど、当時のサンデーはギャグのサンデーと言われていたんですけれど、赤塚さんの、載ってる漫画が終わっちゃって、それでギャグのサンデーなのにギャグがないってみんな慌ててるんですよ。それでそれをじゃあ僕やりますって言いました。そうなんですね。そしたらいや梅津さんはやっぱりホラーの怖いのがいいんじゃないですかって言ったけど、いやギャグ自信ありますとか言って、なぜかというとそれまでもね、ロマンスの薬あげますとかね、いっぱい笑えるの書いてるんです。だからそれで成功してるもんだから、ロマンスの薬はね惚れ薬の話だったんですね。飲んだら惚れてしまうって。そうだ、今度は惚れ薬じゃなくて若返り薬にしようって、単純なんですけど、それでアゲインの時に若返り薬っていうので
書きました。あ、ごめんなさい、今いや先生のやっぱりりタッチで、あのタッチでギャグっていうのがやっぱりそのお芝居がきちんとしてる人がコントというかをやるような面白さがあると思うんですよね。そこいい目線と思う。なぜかというと、赤塚さんにね、梅さんはギャグじゃないって言われてしまったんだけどね、僕はギャグってじゃあ何なんだろうと思った時に、その絵が何でしょうか、丸いのと四角いのと積み重なっててバラバラに外れちゃってもまた戻って、走り出してたりとか、そういうのも漫画だろうなんだけれど、笑いってそういうとこじゃなくて、もっとリアルな中で、緊張、まさに絵の中で緊張と緩和があるっていう感じがします。そう日常の中でそういう、飛んだり離れてるって些細なところで笑いってきっとあると思うんです。例えば単純な話、なんだろう、口の端からおしんこの端っこが出てたら笑っちゃう。おしんこ食べたなとか、そういうのはしょうもないけど、些細な笑いって、大胆な丸とか三角つなげましたやつじゃちょっと表せないよね。そうですね。その些細なところを表現するためにしっかり全部書いてないとっていう。そう。だからそこら辺は矢部さん今やってらっしゃる中できっとそういうところはあると思うんですけどね。でそういうわけでね、オロチからアゲインのギャグに移って、それで180度反対の世界って言ったら、もっとなんか社会性のシビアな話で漂流教室って言ってるんです。そういう流れで書かれてたんですね。大体全部だから、その後誠ちゃんも出てくるけれど、誠ちゃんの後は誠ちゃんって、子供の遊びの世界いっぱい書いたから、今度は真面目をやろうと思って、で私は進行、だから漂流教室行こうといいますか SF が入ってきて、その後で洗礼に行きました。漂流教室洗礼と言っている中で、誠ちゃんの人気は自分で言うのもあれですけど、めちゃくちゃ高かったです。ダントツの人気がいただいていて、それで短編を漂流教室とか洗礼とか書きながら書いていて、もう本当に大変評価いただいて、それで今でもだから今の人が誠ちゃん見たら幼稚園児があんなエッチなひどいって言うけれど、当時の少年サンデーの誠ちゃん読んでる読者は大学生だったんです。大学生に行って幼稚園でチーチーパッパだけで終わったら、それはちょっとなんか誰もついてきてくれませんもんね。だからああいうばかりだったんですけど、それでだから漂流教室書いて、それで洗礼はね、社内的にも話し合いで漂流教室の時に、次は少女なんだっけ、雑誌のタイトル、少女フレンドじゃなくて少女ブックじゃなくて少女コミックだそうです。いいわ、で行くことになって、それでそれ終わったらまたサンデーに戻って誠ちゃん書くことになっていたんだけれど、少女雑誌の洗礼終わって誠ちゃんのところに移ったら、当時の編集長がね、全部持っていかれてしまったって書いたから、ご苦労様じゃなくて全部持っていかれてしまったっていう感じでね、誠ちゃんのところに皆さん来てくれたんですね。それで誠ちゃんやってるうちに僕、いろいろほとんどそれきっかけで歌とかテレビとか何でもやるようになりました。そうですよね。やっぱりバラエティ番組とかも出られてるイメージが。バラエティ番組いっぱい出ましたよね。ああいうのはお好きなんですか？出るのは。僕ね、好きとか嫌いとかの問題じゃないんです。時間が空いてるとなんかしなければでしちゃうんですよね。それでだから
出て、いいとか悪いとか損するとかじゃなくて、でもはっきり言って漫画描いてると部屋の中の仕事でしょ。でこれはねちょっとやっぱりあんまりいいとはちょっと言いづらいところあるんですね。運動不足、会話不足。だからそういう意味じゃね、バラエティ番組に出てもういい加減思い切りいい加減喋りまくったりするでしょ。そしたら結構気晴らしというか生きがいみたいになっちゃうんですよね。生きがいというか生きてるなっていうそういう感情の世界。生きてるなっていうのか。生きてるってなるよ。人とやり取りあるし、負けちゃいけないとか、うまくいったかなとかってあるじゃないですか。漫画の中それないもんね。反響が大きかったっつったって、反響大きかっつったってそれで何があるっつったって何もないからね。いやそうですか。いや皆さんもう本当にもうだから次のものを書いてるからね。そうか、読まれる頃には書いたらもう書きっぱなしだから一度も読み返したっていうことなくて、何書いたか分からなくて失敗しちゃったらもう失敗でもう、通しまくっちゃってて、で単語にまとめたりする時に初めてちょっと見たりするけれど、大体は僕自分のしたことを振り返って見たりとかするの嫌いなので。そうなんですか。今日振り返るっていうお話をしたかったんですけどもいいですか、振り返らせてもらっても。何？振り返ってもいいですか、ちょっと。お話はいいけどもね。どうぞ。そうですね。もう先生のこう作品で未来的なことで言うとこうなんか書いていたことが例えば環境問題とか、あとはこう AI 私は慎吾の AI とかなんか14歳の培養肉とか今現実になっているものもあるかと思うんですね。そういうところはどのように思われますか？でもそういうふうに自然になっちゃうので、それは分かんないけどなってすごいと思うけど、やってる時はそんなこと考えてなくて、幼流教室だってもうやっぱり未来のこと考えてるし、最近のどっかのテレビのニュースで取り上げてくれたのは幼流教室の中でゴミ問題が出てるって、ゴミが分解されずに残っていて、それで先生が、プラスチックとかこうで、分解されないんですよって漫画の中で説明しているところちゃんと書いてあるんですけど、別にそんな考えて書いてるけど覚えてません。そうなんです。でももう14歳なんか僕本当に当時14歳にならんとしてる時に読んだんです、そしたら14歳で終わるって出てきたりして、すごいトラウマになってると言いますか。ありがとうございます。でもそれぐらい本当に影響を受けて14歳っていう年齢その言葉というかそれも当時と今だと社会的な受け止め方もちょっと変わってきてるところがあると思うんですね。そうで、だから14っていう数字がどのように生まれたかってそこはすごいことだと思います。僕先生が14を選んだことが、最初ね、何歳にしようかな12歳にしようかなとかってで13歳は斎藤隆夫が数字使ってるしだから14って大体は縁起のいい数字じゃないんですよね普通は。多分分かんないけどヨーロッパとか外国でホテルなんかでも、番号がない部屋ってあると思うんですけど、多分それに似たようなでなんで14歳だったのかって言ったら、そうだそういえば日本が戦争に負けてマッカーサーが日本人のことを日本人って僕はね間違って解釈しちゃった、まだ小学ね4年生だけどの頃よね、初めの頃ねマッカーサー元帥がね、日本人は14歳のレベルだと言ったで僕小学4年生からそれはいくらなんでもとか思ってたんだけれど、それでいやでもこの数字いいなと思って、書き出したんです、作品を。そしたら書いてる最中に
マッカーサーは12歳だって言ったって、それはもっとひどいじゃないか、それだったら12歳にしたのにとか思ったんですけど、はい、そこから14になりました。でもそのなんか勘違いと言ったらあれですけどももう本当によかったですね。12歳だとすごいなんか健康的な感じの漫画に思えちゃうかもしれないです。健康的なんか12歳小学校卒業おめでとうみたいな感じが。それでね、僕がね、子供の頃はね、今でこそ14歳とかね、中学生の世代ってね、結構派手なことやったりして、結構目立つけどね、僕が子供の頃はね、その世代っていうのは一番地味でね、地味だったんですよ。地味で声も、カラスのなんかしゃがれ声みたいになっちゃって、もうどっからも見向きもされない世代が14、15、13、14、15だったんですね。だからその目立たない世代の14歳っていいなと思ったんですけれど、それから書き出してからしばらくしたら神戸でね出来事があって、それが14歳だったりしてね、やったら取材が来ましたけど、僕受けませんでした。そうなんですね。それとこれとは別だもんね。はいはい。そんな感じだったです。そうなんですね。すみません。時間が結構すみません迫ってきてですね。最後のご質問、矢部さんお願いしていいでしょうか。質問ですか。そうですね。最後ですか。最後です。もっと聞きたいんですけど、もう皆さんがいることをほぼ忘れて聞いてました。僕すみません。はい、そうですね。最後27年ぶりに新作を発表されまして、今後の創作も含めてご予定というかお考えがもしあればお聞きしたいです。いや、今後のことは考えてないんですけれど、僕まだ大きく、皆さんのご支援をいただくような機会というのが来るかもしれないなというようなことがあって、本当にこのお仕事って、自分がやってるからだけじゃなくて、どれだけ支援をいただけるかというところで、段差が大きく違ってくるので、ぜひぜひもっと僕前から言ってるけど、きっといつか大きな波地立って、すいませんね、東北のこと言ってるわけじゃなくて、運命的な大波がきっと来ますって勝手に言ってるんですけれど、まだ今の段階を大波とは僕は思ってなくて、大波が来るのを心待ちしているところです。ぜひその大波でまたびっくりして溺れさせてください。はい、ありがとうございます。じゃありがとうございました。いいですか。ですね、この27年ぶりの新作を直接見ることができる、梅津和夫大美術展、そうです。お願いします。あさってです。6月10日から名古屋で開催されるということで、どんなところが見どころでしょうか。もうどんなところってね、もうものくそ丁寧に仕事してるからね、どこ見てもね、それは大雑把に見るんじゃなくて、近くに行って近寄って見ても、もっと近寄らないと、見えないぐらいのもう細かいこといっぱい書いてますからね。こういうところとか、さっき矢部さんがおっしゃったように、ふと考えていない出来事のことを書いちゃうっていうことを言いましたよね。でそういうのもね、自分の中で考えてないんだけど、展覧会の絵の中にあったりするんです。だからそういうのを見つけていただくという楽しみもありますし、もう一つ今回すごいことがあります。もうその中学14、15、私の時の書いた原画が展示されて、これがめちゃくちゃ自信作で、僕は頃一番芸術性が高いと思ってた、それが展示されますので、これをぜひ見ていただきたいと思います。ぜひ楽しみに。森の兄弟ですか。森の兄弟の私の、はい、タイトル「森の一夜」っていう、短編の一部とか、あとカットがね、これがもう
かなりもう今書いてる展覧会で展示してるのに、負けないぐらいの、色使いとか、もうその頃からあこうだったんだ僕は改めて見てびっくりしました。ぜひそちらも楽しみ。すいません今日僕鼻詰まりでね、お聞き苦しかったと思います。すいません。矢部さんも告知がある。はい。僕はもうもういろいろやってますけども、大丈夫です。僕はもう。残りは詳しするだけですね。最後は告知。はい。そうです。こういうの書いたりしてますのでよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。それではですね、最後にフォトセッションさせて、いただきます。こちら客席の皆様もですね、撮影していただいて構いません。梅津さん、矢部さん、中央にお集まりいただけますでしょうか。中央に。はい、ありがとうございました。ではお二人どうぞ中央にお集まりください。こちらのフォトセッションは皆様お客様皆様、撮影可能となっております。ただ座席の移動をしての撮影はご遠慮ください。その場所での撮影をお願いいたします。はい。ポージングをどうぞどうぞどうぞ。はいはい。ではそうですね。はい。右側の方から。はい。はい。じゃあせーの。ゴーシよろしいですか。では続いてセンターの方へお願いいたします。どうぞ。はい、今度はこっち。はい。じゃあ真ん中に行きます。せーのゴーシもう一回行きますか。もう一回行きましょうか。もう一度お願いします。はい。せーのゴーシちょっとグワッシュ上の方ですとちょっとお顔が映らないかもしれないので、梅津さんもう少し下の方がいいかもしれませんね。そうですね。そうですね。はい。でセンターの方目線をお願いします。はい。よろしいですか皆様。せーのゴーシもう一度。はい、ありがとうございます。では左側の方へお願いいたします。こっち。はい。いいです。黒田さんも詳しい。はい、いいですか。せーのゴーシはい、皆様よろしいでしょうか。はい、満足いただけたようです。ありがとうございました。皆様大きな拍手を今一度お願いいたします。どうぞご登壇ください。ではありがとうございました。これで終わらせていただきます。失礼いたします。ありがとうございました。どうぞ。